今日は手裏剣の持ち方、手の内ですね。これについて少し考えて遊んでみようと思います。なぜここに来てまた手の内、持ち方について考え出したかと言いますと、この道場なんですけれどもかなり寒いんです。で冬のこれからの時期もそうなんですけれども、さらに寒くなります。でしばらくここで練習をしていると、あまりの寒さに手が閉じなくなります。先日公開した動画の中でも、私が手がもう効かなくなってますと、手の押さえが効かなくて暴投しやすくなるのでそろそろやめますと言っているシーンがあったんですけれども、あのシーン、寒くなってきて手が閉じなくなる、こうできなくなる。で私手裏剣普段こう持つことが多いんですね。で普段であればある程度狙ったところに打てます。普通にまっすぐ打つことは容易です。これが全くできなくなります。でどの指のせいかなと思ってたんですけれども、どうも親指のようなんです。寒くなってくると指が閉じなくなってくる。そうすると親指で押さえることができなくなってくるんですね。そうするとあらぬ方に飛んでしまう。要は親指がちゃんとこうくっついて持てればいいんです。これができなくなってくる。そうすると手裏剣がちゃんと持てなくなってきてしまう。つまりこの親指の保持、これがまず効かなくなってしまうので暴投し出す。ただここで一つ、私は指先の力ってあまり使わない方がいいと考えてます。指先だけでこう調整をして手裏剣を打つよりも、ちゃんと体を使って手裏剣を打ちたい。ごくわずかな違いなんですけれども、自分ではそんなに指先って使っていないイメージだったんです。ただ本当に指先が使えなくなった時、要は寒くて力が全く入らなくなって、自分の意に反して力が入らなくなった時に、このコントロールが全然思うようにできなくなってしまった。例えば今親指を離して打てって言われたら、こういうふうにやっぱり少し心もとなくなります。これ今完全に親指を離して打ってます。つまり力は最低限入っている。この最低限の力をそこから先どれだけ抜けるか。力を入れていないと言っても無意識のうちに非常に力は入っていたし、その力に頼らなければいけない。やっぱりコントロールをするためにはある程度親指もしっかりと力を使う必要がある。この上でどこまで力を抜けるか、これがちょっと今課題として考えていることです。でやはりこれは持ち方にもよると思ってます。この持ち方、要は親指で手裏剣を押さえる場合、この場合には親指の力がすごく必要になってくるんですけれども、これが例えば手刀打ちになってくると、実はこの手が全く効かなくなったあの状態でもそこそこ手裏剣が打てます。その場合多分この人差し指とかがその代わりになるからでしょうね。だから手がほとんど効かなくなってきた時には、この手刀打ち、これも
つまり手がほとんど効かなくなってきた状態、そんな状況がもしあったとして、手裏剣を打つ場合にはこの手刀打ち、これも一つの武器になる、そういう状況においては。そういったこともこの寒い中で練習をしていると感じることができます。今手刀で打ちました。この打法というほどではないのかもしれませんが、持ち方、打ち方、これが手裏剣には無数にあるということ、それを知っていただくと、そこから先の選択肢が増えます。これはすごく大事とは言わない、面白いことだと思います。例えば流派がある方で、うちの流派は必ずこうっていう方だったらともかく、特にそういったことがなく自由に打てるように、そう考えている方でしたら、いろんなやり方を練習するとやはり面白いと思います。例えば手刀の場合、この手刀を人差し指でコントロールするか、もしくは親指でコントロールするか、これによっても状況は違ってきますし、手のひらを的に向けるにしても中指で滑走させるのか、中指と人差し指の間で滑走させるのか、これによっても違ってきます。中指と人差し指の間、このようにほんの指一本の違い、もしくは指と指の間ですよね、それだけの違いでもかなり状況が変わってきます。なのでいろいろできると楽しいです。その時に合わせて、今は手刀の親指バージョン、これを人差し指で使うとか、このようにその時々によっていろんな打ち方を使い分けられるようになると、さらにそことこの腕の振る方向とか、こういうものを組み合わせると、その組み合わせって非常にたくさんあります。ですので、知ればその選択肢がさらに増えますので、こういった指を半分だけずらすとか、それだけでも全く違うんだよ、そういうふうなことを知っていると、状況が変わった時に強い、その状況に対応できる手裏剣打ちになれるというのかな、その状況に対応できる手裏剣が使えるようになると思います。ちなみにこの手裏剣は私が非常に気に入っている手裏剣の一つなんですけれども、よく私の動画に登場すると思います。この手裏剣を打つ場合、私は手の内を変えてます。というのが、この手裏剣を作った開発者の方が打たれてるやり方があるのだとすれば、そのやり方にこの手裏剣というのは合っているはずです。だからこそ自分のやり方で、私の場合は普通にこうやって畳に手を向けることが多いんですけれども、この打ち方で打ってももちろん刺さります。もちろん刺さるんですけれども、この手裏剣を使うときにはなるべくこの手裏剣を作り上げた方の気持ちに沿ってやはり同じように打つ、それが多分一番この手裏剣にとって飛びたい飛び方をしてくれるんじゃないかなと思ってます。ちなみにこの打ち方っていうのが非常に独特で、先ほどの手刀と同じような形なんですけれども、この寒い状況、指が使えなくなった状況でも使える打ち方、おそらくその指先だけ、手先だけで手裏剣を飛ばすんではなくて、この体術だったり体の使い方で手裏剣を飛ばしたいっていう考え方と相性のいい手裏剣なんだと思います。
もちろんこの打ち方なんですけれども、違う手裏剣でも可能です。これは先日私がいただいた手裏剣なんですけれども、自分で巻物を作りました。これがね、とってもバランスが良くて使いやすい手裏剣なんですけれども、もちろんこれもお気に入りの一本です。というか私持ってる手裏剣、正直言うと大体好きです。大体全部好きです。その中でもこの手裏剣なんかは非常に使いやすい。で、自分で巻物を巻いてるんですけれども、心情的にこういう手裏剣って自分が思うように使える。先ほどのはこう使いたい、こう使うっていうやり方があって手裏剣がある。手裏剣に打ち方を合わせてるんですけれども、一種わがままに打てる。自分が巻物を巻いて調整してるわけですから、ある意味でこう自分の好きなところに少し合わせてもらう、そういった手裏剣でもあります。もちろん先ほどの手裏剣と同じ手の内でも打てるかな、打てます。ちょっと長さとはバランスありますけれども打てます。今日は手裏剣の持ち方、手の内、これを改めて考えて遊んでみました。実際今の状況は寒くて指に力が入らなくなってしまった。この物理的に力が入らない状況で普段どれだけ自分が力を使っていたか、これを実感した形です。ただそんな状況でもやっぱりしっかり打てる手の内だとか、そういったものってのは必要だと思っています。それは例えば先々自分が本当に年齢的な問題、もしくは事故や病気で手に全く力が入らなくなってしまった時でも手裏剣打ちたいなと思っているので、そういった気持ちもあり、そして何よりもこの手裏剣をしっかりと打剣する、しっかりと力を伝えるために力を使わない。ちょっと矛盾するようなんですけれども、例えば軽いものは重く使いたい、それから力を伝えるために力を使わない、そういった考えで練習してます。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か質問や疑問あるような方がいましたら、気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。